盆栽からしたらもったいない。松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養成4代目北谷隆一です。今回も以前 Facebook で呼びかけさせていただいたんですが、愛好家さんの盆栽を診断することで、お悩みが届いてそれをまた診断するということでやっていきます。はい、では熟成限定オンライン診断ということで、以前 Facebook でね呼びかけさせていただいた方とメッセンジャーでやり取りをさせていただいて、もうやり取り終わってるんですけど、診断も終わってるのを動画にまとめさせていただくということですね。その人のお困りごとが違うまた熟成さんのお役に立てればいいかなと。でこの熟成と呼んでるんですけども、YouTube でチャンネル登録していただいている方をもう勝手に熟成と、言わせていただいております。迷惑だと思う方がおられるかもしれませんけども、勝手にもう熟成になってますので、すいません。では早速診断いきます。今回の相談は、匿名のご希望の方だったんで、S さんとさせていただいてます。日本の愛好家さんで黒松を所有されてて、枝継ぎの位置と正面に悩んでますと。なんでまずは枝継ぎも正面が決まらんとね、やりにくいんで、まずは正面を選ぶところからいきます。で、この方、動画を送ってくれて360度ね、回していただいて、その動画を送っていただいたので、それを見ながら解説していきます。でちょっと動画を再生して、で、ちょっと、この辺が、今、もう始まってすぐ止めたんですけども、動画の中でこの辺が正面として僕がいいんでないかなという場所ですね。ほんでちょっと見づらいんでもうちょっと再生してみます。この枝、特にこの枝ですね。いっちゃったかな。もうちょっと回してから見ましょうかね。ちょっとここの太い枝が下の方にあるのが見えますかね。これは切った方がいいですよとは言わさせてもらいました。枝はやっぱり枝の場所も大事なんですけども、なるべくそうですね、外側輪郭に枝がびっしりあって、そのさらに内側にまた輪郭作れるような芽が備わっているのが枝として理想なんですけど、これもちょっと太すぎる上に長いし、先の方しかもう芽がないと。だからもう将来性のない枝だからこれは切りましょうというお話をしましたね。ちょっとまた回させて。ちょっとね、この枝、マウスのポインターで分かりますかね。この枝はもう切った方がいいですよ。上からもね。でこの辺が、上の方がちょっとね、間があるんで、この辺もね、どうにか近くの、この枝の集団で、針金で、この空いたスペースに持ってこれたらいいんじゃないかなというお話もいたしました。ちなみに。でこの先の動画の画面の切り取りなんでちょっと画像が悪いんですけども、さっき言ったこの赤く塗りつぶしてる枝、これがもう太いのに先の方しか枝がないと。こういうのをもう根元から切っちゃいましょうと。で、こっちの方の塗りつぶしてる枝もちょっとあんまり、そうですね、容量は一緒ですね。もう長いのに先の方一つしか枝がないから、ここから輪郭作っていくのは大変であると。で、そのすぐ上のこの芽、何個か芽があるんですけど、これをもう一回枝として作り直した方が将来的には綺麗な枝を作りになるという考えでも、この長いのはもう取っちゃおうという。で、正面がここと決めまして、足元もよく見えますしね。で、
この矢印の先、ここはすごいスペースが空いてるので、ここの空いたスペースに、近くの枝の集団を針金でどうにか寄せてね、なるべくこの枝の針金と枝しかない部分、これが見えにくくするように。で、針金でよくかけ方で気をつけるのは、そうですね、枝のその長く見える部分というか、枝だけの部分と針金があんまり見えないようにはした方がいいですね。前から、正面から。そういうのは気をつけた方がいい。ここも思いっきり見えてますね。こういうのはなるべく。だからこういうところを、違う枝の集団を持ってきて見えづらくした上に、枝継ぎを考えてるんだったら、こういうところが隠れるような枝継ぎをすればいいと思います。そうしていけばね、この木、もともと素材はすごくいい子なんで、かなりいい盆栽になっていくのではと思います。はい、この木に関してはそれで以上ですね。はい、この S さんからもう一本黒松診断してほしいというお願いがありましたので、そちらもご紹介していきます。この黒松も正面と、静止、針金掛けとかですね、で悩んでいますというお話です。結構個性的な面白い松なんで、すごい僕は好きなんですけど、ただ正面となるとこういう個性的な子ほど意外と難しいかもしれないですね。だから植え付け角度で右に傾けたり左に傾けたり、ね、正面どっかドンと枝を切ってとかね、いろいろ考えは悩むとこだとは思うんですけども、じゃあ早速動画いただいたんでそれを再生していきます。この黒松は正代松といって九州の方の黒松らしいですね。昔1回だけ扱ったことあるんですけど、すごい性のいい黒松だなという印象はあります。で、この木に関して言えば、かなりね、皮も荒れて古くていい木だなという印象ですね。で、このくねりの多さもなかなか個性的で面白いですね。はい。で、正面悩んどると言われたんですが、多分この今の向き、正面だろうと思って、やっぱ最初と最後この向きで終わったんですが、僕もこの向きでいいかなと思いますね。で、なるべく盆栽の正面ってくねりがよく見えるとことか、面白く見えるとこが大事とは言うんですが、あとちょっと気をつけた方がいいのが、幹とかその幹のくねりの道中であんまり垂直だったり水平だったりする場所がない方がいいんですよね。今この木の正面僕もここだとは思うんですけども、ちょっとこの下側の枝の手前、結構ここが分かるかな、垂直な感じはあるんですけども、ただこういうのを斜めにしようと思うとまた違うところに水平垂直が出てきそうな雰囲気がすごいこの子あるんで、ちょうどなんかもう本当に絶妙なバランスで個性的な感じになってるかなと。だからご相談者さんが思ってる、正面、悩んでるとは言われましたけど、多分ちょうど合ってるような気がします。今ちょうどね、この角鉢なんで、この盆栽ね。角なんで、もうこの一辺、一辺というか、ここの向き、ここって正面決められたと思うんですけど、それでそのまま合ってると思いますね。どっちかに切って、どっちが塊一つに絞るもありやとは思うんですけど、もともと枝がそんなに多くない木なんで、せっかくこんだけくねりもね、枝の道中もあるんで、両方生かしたあんまり型にとらわれないか。盆栽というその王道にとらわれないなんか面白い木として作っていかれた方がいいんじゃないかなと思いました。はい。この木の相談としてはそれがお答えとして以上ですかね。で、この方からのご相談は以上でということで。はい。またね、こういうご相談
僕でよかったらさせてもらいますんで、してほしいなと思われましたら、Facebook で北谷隆一と漢字で検索していただいてもいいですし、隆一北谷とローマ字で検索していただいて、出ると思うんで、そっちでメッセンジャーなりでご相談していただいたら、で、Facebook の方がちょっとね、友達申請みたいなのが5000人までらしいんで、もう今いっぱいになってるんですよ、5000人で。だから、メッセンジャーの方でちょっと僕が見るのに、友達登録してない人は、なんか止まるらしいんですね。すぐダイレクトじゃなくて。だから、ちょっとすぐ見れない場合もあるかもしれませんけども、時間ができたときにちょいちょい確認してますんで、発見し次第、またそういうご相談乗れて、解決できたらなと思ってます。で、またこうやって YouTube で上げることによって、他の盆栽初心者さんとか、愛好家さんのお困りごとのお役に立てると思うんで、できたら動画にしてもいいよと言っていただけたらありがたいです。では今回はこれで以上ということで、盆栽からしたらもったいない北谷4004代目北谷隆一でした。チャンネル登録お願いします。